極端流 VDM チャンネル始まるよ。やあみんな、元気かな？極端流 VDM チャンネルの第3回は、VDM ちょっとできるということで、VDMSL の型を紹介してから、普遍条件と事前条件、事後条件を紹介するね。内容満載だけど、特別難しいことはないからね。最後に、あの伝説の入社試験問題と言われるフィズバズが完成するよ。それじゃあ最初に VDM の型を紹介していくよ。まずは基本型ということで、プログラミング言語にもよくあるブーリアンとか、数値に関する型とか、文字型だ。ブール型は、トルーとフォールスの真偽値の型だね。次に、リアル、イント、ナット1だ。その名の通り、それぞれ実数、整数、自然数、1以上の自然数の型だ。ナット1型はあまりプログラミング言語では見かけないね。VDM は数学的な証明も使うことがある。数学に寄せた言語なんだ。関数型言語とかも数学に寄せているというけど、VDM もなかなかのものだよ。でも気軽に使えるのが VDM の良いところなんだ。ナット1型だって、単に0にならないアンサインドイントみたいなものだからね。簡単。文字型は、普通にシングルクォートで囲む。普通。ただね、ちょっと癖があるんだ。赤枠で囲った4箇所に注目してほしいんだけど、1がリアルってどういうこと？ 1 は普通イントだよね。1.0 ならリアルだけど、そのまんま1がリアルってどういうこと？3.0 がイント。わけわからないね。どうなっているんだろう。VDM では、isNat を使って値がナット型かどうか確認できる。isNat の3はトグルーになる。一方、isNat の 3.0 もトグルーだ。ちなみに、isNat の 3.000000001 はフォールスだ。isReal の3はトグルーだし、isReal の 3.000000001 も当然トグルーだ。どうしてこうなっているんだろう。さっき、VDM は数学に寄せていると言ったけど、これも数学に寄せた結果なんだ。数学では、自然数はすべて整数だよね。これは多くのプログラミング言語でもそう。数学では、整数はすべて実数に含まれるよね。VDM も同じで、イント型はオリアル型の部分型、なんだ。左側に、VDM での数の型の方眼関係をベン図でまとめてみた。VDM で扱う数は、すべて、リアル型の値なんだ。そのうち整数はイント型にも含まれてる。0以上の整数はナット型でもあって、1以上の整数はナット1型でもある。一般のプログラミング言語では右側のベン図のように、小数点がついたらフロートだし、小数点がなければイントだよね。そしてイントの値はフロート型ではない。フロート型の値はイント型ではない。でもそれはプログラミング言語として効率的に実行するための都合であって、本来の実数とか整数とか自然数の定義に寄せたのが VDM の型なんだ。面白いね。次に、値を複合してできた値の型だ。今は多くのプログラミング言語で集合を扱えるね。セット型とか、VDM も同じ。値の集合を扱えるよ。数学に寄せたんだから、当たり前だね。ナットにナット1があるように、セットにもセット1がある。空集合は例外的な扱いが必要だったりするから、空集合を除外したセット1が用意されている。で、セットオブナットと書くと、自然数の集合の型になるし、セット1オブリアルと書くと、空でない実数の集合になる。ただし、VDM の実数には整数も含まれるから注意な。集合型の次は、シーケンス型だ。
これは、プログラミング言語でいう配列と仮リストみたいに、値を並べたものの型だ。シーケンスにも集合と同じように、1がつくバージョンもあるよ。空でないシーケンスね。非空シーケンス型の値の例で注目してほしいのは、文字列もシーケンスなんだ。文字の列だから文字列。まあそのまんまだね。値の例として挙げた、1という文字列と、1という文字1個からなるシーケンスは、書き方が違うだけで、値としては同じものを表している。この2つをイコールで結ぶと、トグルーになるよ。面白いね。次に、写像型だ。これは、プログラミング言語で連想配列とかディクショナリーとかハッシュマップとか呼ばれているのと同じようなもので、それは数学で言うと写像になるので、VDM では写像型と呼ばれている。単写型というのは、1対1の写像。つまり異なる値から同じ値に関連付けられたりしていないような写像のこと。関数型は、まあ、関数型言語でいう関数の型と同じ、関数型。ラムダ式もあるよ。次にレコード型。なんか変な MK アンダースコアがついていることを除けば、まあよくある感じだよね。この MK アンダースコア、ポイント、みたいのを、コンストラクターとか、より正確には、データコンストラクターと呼ぶよ。タプル型にも、MK アンダースコアがついているよ。これもデータコンストラクターだ。ちょっと癖があるけど、別にだから難しいということはないよ。簡単。弓音型は、ちょっとプログラミング言語とは違うかもしれない。型のは集合のような型を作れるんだ。ナットユニオンチャーだと、自然数型の値と文字型の値の両方を含む型になる。関数型言語とかにある代数データ型と似ているように見えるけど、代数データ型はどの選択肢かデータコンストラクタで区別できるけど、VDM のユニオン型自体にはデータコンストラクタはないんだ。だから、関数型言語でよくやるように、データコンストラクターでパターンマッチして場合分けをしたかったら、レコード型のユニオン型、みたいな使い方になるね。でもこのユニオン型はとても手軽に型を拡大することができて、とても便利なんだ。次に、オプション型ね。これは今時のプログラミング言語にもよくあるね。似るかもしれないという型。簡単。最後に、VDM 特有の型を2つ紹介するね。まず、トークン型。これもデータコンストラクタがついてるね。でも、コンストラクタに食べさせる値の型はどこにも書いてない。それもそのはず、どんな値でも食べる、特別なコンストラクタなんだ。そしてこのコンストラクタの一番特殊なところは、食べた値を後で取り出せないってこと。つまり、メイクトークン0という値から0という値を取り出すことはできない。じゃあトークン型の値で何ができるのかというと、等しいかどうかの比較ができる。コンストラクターに食べさせた値が等しければ、トークン型の値も等しい。食べさせた値が等しくなければ、トークン型の値も等しくない。なんだか、パスワードとかに使う、ハッシュとかダイジェストみたいだね。衝突のないハッシュ関数と思ってもらってもいいかもしれない。最後にクオート型だけど、これは、プログラミング言語で言うと列挙型に近いかもしれない。でも VDM のクオート型は、各括弧で囲んだ字面になっているけど、それと同じ字面の値、一つの値だけを持つ型なんだ。つまり、OK というクオート型は、OK という値だけを持つ型。それで何ができるかというと、ユニオン型で、このクオート型を合わせて、列挙のようなことができる。あるいは、ユニオン型で、自然数型とか文字型のシーケンス型とかと組み合わせて、何か特殊な値、例えばエラー値とか、として使うこともできる。結構便利なんだよ。例えば、フィズバズ。1から数え上げていって、もし3の倍数ならフィズ、5の倍数ならバズ、15の倍数ならフィズバズ、それ以外ならその数を言う、っていうゲーム。第1回で書いたカウンターと、数え上げていくというところは同じだね。
なので、VDM のソースもカウンターの状態定義とカクリック操作の定義と似ているよ。正操作の型を見てもらうと、外立の型がユニオン型になっているのがわかるかな。どんな型のユニオンかというと、ナットと、あとはフィズとバズとフィズバズのクオート型ね。クオート型とユニオン型はこんな風に使うと手軽で便利なんだ。代数データ型とかだと、コンストラクタを並べてパチッと定義してから使うことになるんだろうけど、VDM はいろいろと試行錯誤していきやすいように、アドホックに選択肢をつけていくことができるんだ。簡単。正操作の定義の中身は、プログラミング言語と同じだね。if 文が並んでいて条件があったところでリターンするだけ。簡単。じゃあ、これをビエナトークで書いてみよう。まずは前回作成したエクストリームカウンターを開くよ。そしてすぐに別名で保存するよ。新しい名前は、フィズバズにしましょう。フィズバズのモデルなので。フィズバズフォルダを選んで保存します。それではまず、モジュール名をフィズバズにリネームしましょう。カウンターモジュールを選択して、右クリックメニューで、リネーム、モジュール、カウンターを選ぶ。新しいモジュール名は、フィズバズ。状態の名前も変えましょう。カウンターを選んで、右クリックメニュー、リネーム、ステートコンストラクター、カウンターを選んで。新しい状態の名前は、これまたフィズバズ。さて、操作が3つありますが、クリックだけ残して、あとは削除してしまいましょう。リセットを選んで右クリックメニュー、リムーブ、リセットを選択します。同じように、ショーを選んで右クリックメニュー、リムーブ、ショーを選択します。そして、クリックを正にリネームします。クリックを選択して、右クリックメニュー。ここで、ソース全体を俯瞰してみましょう。これで下準備はできた。あとは、正操作をフィズバズに魔改造しよう。まず返り値が必要だね。ナット。すると、寄信号。型エラー。返り値の型が合わない。カウントをリターンするようにしよう。フィズとかバズとかはその後だ。青信号になった。これで型エラーはなくなった。if 文で、フィズバズのケース。これは、15で割った余りが0なら、リターン、フィズバズ。同じように、バズの場合と、フィズの場合もコピペで作ってしまおう。簡単。ポン、ポン、と、ペーストして、割る数を編集して、返り値を編集して、ここはバズ、こっちはフィズ。寄信号だ。型エラーが出ているね。そっか、返り値の型にフィズとかバズとかフィズバズとかも入れなくちゃ。これで青信号。OK。だいたいこれで書けたかな。じゃあ、せっかくだから、動かしてみよう。動かすには、プレイグラウンドに行くんだ。ここに実行した意識を入力する。今回は、Say を選んで、右クリックメニューの Evaluate 一等を選ぶ。すると、Say が実行されて返り値が表示される。何回も Evaluate 一等をして、ちゃんと順番に数え上げて、3の倍数はフィズ、5の倍数はバズ、15の倍数はフィズバズになる。一気に結果をリストしてみよう。イニシャライズボタンを押してカウントを0に戻してから、シーケンスの内包表記で、Say を50回実行したシーケンスを計算してみよう。動いたぞ。でも出来上がったソースを見ると、
まだちょっとフィズバズを正確に伝えるという意味では、甘い部分が残っているね。例えば、この正操作の型を見ても、これでは正の返り値として、3の倍数とか5の倍数が含まれないことが、あまり明確には書かれていない。定義の中身のプログラム部分を読めば、プログラマならまあそれがわかるわけだけど、それって、今回のプログラムではたまたまそういう返答になっているだけで、もしかしたら3の倍数が入っても OK なのかもしれないという疑いが拭いきれない。細かいようだけど、プログラム書くときって、こういう細かいところをしっかり決めておかなかったせいで、後になっていろいろとひどい目にあったりするよね。今回は VDM の力で、返り値には3の倍数や5の倍数は含まれてはいけない、ということを明確に書いてみよう。そこで、VDM のエンチャント呪文、不変条件だ。不変条件というのは、値が常に満たしていなければならない条件のこと。不変条件を型につけると、元の型の値のうち、その不変条件を満たす値のみからなる型を定義することができる。不変条件を状態定義につけると、元の状態定義が取る状態のうち、その不変条件を満たす状態のみからなる状態を定義することができる。今回は、正操作の結果、3や5の倍数は返ってこないことを明記したい。そこで、3の倍数でも5の倍数でもないという条件を不変条件として、自然数型をエンチャントしてあげよう。その型を正操作の返り値に使えば、数が返ってくるときには3の倍数でも5の倍数でもないことが明らかになる。3や5の倍数を含まない、フィズバズ用の自然数型を FB-NAT として定義しよう。さっきの不変条件をつけて、こう書けば、FB-NAT 型を定義できるよ。FB-NAT 型を使うと、正操作をこんな風に定義できる。変わったのは、正操作の返り値の選択肢が NAT だったところを FB-NAT に変えただけ。これで、正操作の返り値として、3の倍数や5の倍数は含まれないことを明示できた。わーい、簡単。でもね、このフィズバズには、まだ甘いところがあるんだよ。どういうことかというと、正操作をしたときに、前回の次の数を言うんだけど、例えば1の次が2であるかどうか、あんまり明確じゃないよね。プログラムを読めば、カウントが1だったら、次は2になって、それから倍数を調べていくんだけど、これもやっぱりプログラムを読み解かないとわからない。そうじゃなくて、カウントが1ずつ上がっていくことをちゃんと明示したい。ついでに、どういう時にフィズ、どういう時にバズ、どういう時にフィズバズなのか、これもちゃんと示したい。さあ、どうしよう。そこで VDM モノパクト呪文、事前条件と事後条件だ。事前条件というのは、操作を実行するとき、つまり、この操作を呼び出した瞬間に、満たされているべき条件のことを言う。事後条件は、操作を実行したとき、つまり、この操作を実行し終わった瞬間に、満たされているべき条件のことを言う。最近のプログラミング言語には、デザインバイコントラクトをサポートしているものもあるけど、それと同じ。単に、操作を実行する最初に事前条件がトグルーであるかチェックしたり、操作を実行し終わった瞬間に事後条件がトグルーであるかをチェックするだけではなくて、これは契約、コントラクト、パクトなんだ。操作を呼び出す側にとっては、事前条件を満たすことが自分の責任。そうすると、操作は、責任持って事後条件を満たして終了してくれる。逆に、操作を実装する側にとっては、事前条件は呼び出し側の責任で満たしてくれる。そこから事後条件を満たすことが、その操作の責任なんだ。操作を呼び出す側、実行する側の双方がこの責任を守ることで、操作が正しく実行される。そういうパクト呪文なんだ。今回は正操作については事前条件は今のところ必要ない。逆に言うと、どんな状態であれ事後条件を満たさなければならない。正操作を実装する人には厳しい状況だ。では、事後条件はどうかというと、まず、
この操作を実行したら、状態変数カウントの値が1だけ進んでいないといけない。VDM には事後条件でだけ使うことができる変数が2つあって、1つは、状態変数の最後にニョロをつけた変数。これは、その状態変数の操作を実行し始めた瞬間の値を参照することができる。カウント、つまりこの操作を実行し終わった瞬間のカウントの値は、操作を実行し始めた瞬間の値に1を足したものに等しい。もう一つの変数は、リザルト、この操作の返率を参照することができる。フィズとかバズとかフィズバズが返率の場合のカウントがどうなっているべきかは、このリザルトを使って書くことができる。便利。まとめると、フィズバズのソースはこうなったね。ちょっとごたごたとしてきたけど、分量としては大したことないね。プログラムを動かすだけだったら、型に不変条件をエンチャントしたり、操作に事後条件をパクとする必要ないんだけど、このプログラムが何をするプログラムなのか、それを正確に伝えると、こうなるんだ。でも、難しいことはないよね。プログラムを読み書きできる人なら、読みにくい部分はあっても、それなりに読めるんじゃないかなと思うよ。今回は、VDMSL ちょっとできた、ということで、VDMSL の型とか、不変条件をつけた型の定義の仕方とか、操作に事後条件をつけてみたりしたね。そうすることで、複数行の if 文で書かれたプログラムが、一体どういう動作をするものなのかを正確に表現することができた。長い時間見てくれてありがとう。次回の極端流 VDM チャンネルは、番外編として、ビエナトークがどういう考え方で作られているのか、その鍵となっているビジョンとして、ダイナブックについて説明するよ。極端流 VDM がチャンネル。次回をお楽しみに。